それでは講演をいただきますフィリップ・ヤンシーさんのご紹介をいのちのことば社の長澤俊夫さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。こんばんは。いのちのことば社出版部の長澤と申します。短く、ヤンシー先生の紹介をしたいと思っています。先生は細かなことについてはおそらくご著書を読んでおられる方が多いかと思いますので、聞かせていただきます。今回は、4回目の来日になります。で、2月の16日の金曜日に成田に到着されて、そして日曜日から本郷台キリスト教会、そして福島第一聖書バプテスト教会、仙台聖書バプテスト教会、郡山、の中町支店会議所というところ、会議室、それからお茶の水クリスチャンセンター、そして熊本ナザレン教会、油山チャペル、そして西南コミュニティセンター、そして今日大阪クリスチャンセンターで、お昼にランチミーティングがあり、午後は、新学生青年のための集会のうち、そして今回この集会で11回目の講演になります。で、その間にですね、福島の方へ行きましたけれども、大熊町の、帰還困難区域のところに第一聖書バプテスト教会がありますけれども、私も一緒に防護服を着て、ご夫妻とともに、中をいろいろ見学をすることになりました。また、あと、2014年、12年に前回は来日されましたけれども、その時にお尋ねした名取市の閖上というところへも行きました。昨日こちらの大阪の方にいらっしゃいましたけれども、それまでは長崎の方で出版著作ですが、隠れキリシタンとか五島列島の方を見て回られたことです。で、いのちの言葉社では、また後ほど紹介しますけれども、フィリップ・ヤンシー先生の本を17冊翻訳出版しています。もしかして一番著者としては多いのではないかなというふうに思っていますけれども、そのほとんどに私自身も関わらせていただいて、とても大きな恵みをいただきました。で、今回はヤンシー先生とともに、お連れ合いのジャイアントさんも来ていただいて、とても個人的にも良い交わりをいただいています。今日はプロジェクターの方の操作もジャイアントさんがしてくださるということです。では、講演をぜひお願いしたいと思います。通訳は神戸ルーテル神学校の尾崎真人先生にお願いします。では、拍手を持ってお二人を迎えていただきたいと思います。Coming out on a Monday night. 月曜日の夜にこうして皆さんお集まりくださって心から感謝します。When there are so many other things you could be doing in the beautiful city of Osaka. 大阪という素晴らしい街で皆さんは他にもいっぱいすることがあったはずです。At least there were no Winter Olympics to compete with us tonight. でも、ピョンチャンオリンピックが終わってくれたことを感謝しています。Nagasawa-san mentioned that this is our 4th trip to Japan. We like to travel to other countries. 長澤さんが先ほど私たちが4回目この日本に来たことをおっしゃってくださいました。But most countries we only go to one time and then we look for a new country. たくさんの国々を訪れているんですけれど、原則として私は一つの国に一度しか訪ねないことにしているんです。For some reason we keep coming back to Japan. でもどういうわけか何度も日本に帰ってきています。拍手しましょう。
Part of it is because we are so well treated here. なぜかというと、皆さんがとてもよくしてくださるからなんですね。And as we've gone over the years, we have returned here in different seasons of the year. そして、回数を重ねるたびに違う季節に日本を訪れることになりました。So, for example, the first time we came to Japan, we went to Hokkaido in the month of March. 最初に来日した時には3月に北海道を訪れました。And I thought, March, oh, it must be spring, not in Hokkaido. 3月というんですから、多分もう春が近いかなと思ってたんですけど、北海道はそうはいきませんでした。And then one time we came in the summer and we were taken to the beautiful city of Kyoto. 夏に来た時には京都を訪れることになりました。It rained every day, all day. 毎日雨が朝から晩まで降ってたんですね。And on one trip we came in the month of May, and I thought, at last we could see the beautiful Japanese cherry trees. そしてついこの前を許可させていただいた時には5月だったので、いよいよ桜が見れるかなと思って心ウキウキしてきたんですけど、Only to find out that they're at their peak in April, not May. 4月がピークで5月はもう枯れてるということが分かったんですね。But it got me thinking about different seasons of the year, but also seasons that we go through in our spiritual life. 今季節のことを申し上げましたけれども、ただ単に年の中のいろんな季節があるというだけではなくて、人生にも四季があるんじゃないでしょうか。Because as I look out on you, I'm sure many of you are in different places spiritually. はい、皆さんこうして見渡してみますと、いろんな違ったところに、霊的に違ったところにいらっしゃるような感じがします。So I want to walk with you through what I call the seasons of the soul that we all go through at times. で、今日皆さんと一緒に魂の四季を訪ねてみたいと思っているんです。I'll start with springtime, maybe the most beautiful time of the year. まず春から行きましょう。多分一番美しい時かもしれませんね。And I think we have to make one more trip to Japan Yes, yes. in the middle of April to see sights like that. はい。こんな美しい桜、写真ばっかりで見てることになってますので、もう一度帰ってきて、4月に桜を見たいなと思ってます。Springtime is a time of new life. 4月、この春というのは新しい命の季節ですね。For the last several months, these trees, you couldn't tell whether they're dead or alive. They look like dead sticks in the ground. で、この4月が来るまでは、桜の木は生きているのか死んでいるのかわからないような、何にも葉がついていない木ですね。And then suddenly in spring, out of those dead sticks, there sprouts beauty. そして、時が来たら、そこに美しい、信じられないように美しい花が咲きます。We live in the United States in the state of Colorado, which is up in the mountains. 私たちはコロラド州というアメリカの州に住んでいるんですが、And we love flowers. We love to have a garden. 山もたくさんのところなので、花も好きですし、またお庭も大好きです。But we've pretty well given up, and I'll show you why. でもちょっと手ではもう降参しています。なぜかというと、この写真のようです。We have these big animals, deer and elk, and they eat everything in your front yard. で、こんな獣がやってきてですね、鹿とかでやってきてですね、そして手入れしたお庭をすぐにこうやって食べてしまうんですね。And if you leave the door open, they'll come right inside your house and eat what's there. で、中に花を見つけたらドアが開いているのを確認して入ってくるんですよね。I remember the springtime of my soul. 私の魂の春はこんなだったでしょう。 Unlike some of you, I grew up in the church. おそらく皆さんと同じように私は教会で育ちました。But it wasn't a healthy church. けど不健全な教会ではなかったかと今思い起こしています。It was an angry, legalistic, racist church in the south of America. アメリカ南部のですね、なんかいつも怒ってるような、また非常に立法的な、そしてなんかこう民族差別のあるような、そんな教会だったと思います。I came away with the image of God as this giant policeman up in the sky. ですからそういう教会でずっと過ごしていましたので、神様のイメージというのは巨大な警察官みたいな感じがしたんです。Just looking for somebody who might be enjoying themselves.
で、なんか自分で楽しい時を持ってるなという人を見つけては裁こうとする、そんな神様です。And then he would squash them. そして押しつぶそうとするようなそんな神様です。And I was a bit of a rebel in that church. ですから、その教会でちょっと私は反抗的でした。People would say to me, one of these days God is going to break you, Philip. フィリップさん、あなたは今のような調子で生きてたらいつか神様がバチを当てるよと言われていBut to my surprise, God did not break me. でも、驚くことに神様は私にバチを与えませんでした。God melted me. 神様は私を溶かしてくれました。And what brought me back to faith were not things like fear and guilt. その恐れとか罪悪感によって、この教会に帰ってきたというわけではないんです。They were beautiful things, the beauties of nature and classical music and romantic love. むしろ神様は美しい自然、大自然とか、また美しいクラシック音楽だとか、あるいは心を動かされるようなロマンチックな恋愛とか、そういうことを通して私を教会に連れ戻してくださった。As I experienced those things, I realized that the church misrepresented God to me. ですから今までの教会というのは神様を間違って代表しているような感じを。God is what the New Testament calls the Father of all good gifts. 新約聖書を見ますと神様はすべての良いものの父だと書いてありますよね。And I wanted to know the giver. 神様は私たちに与えてくださる方ですよね。It was about that time I came across a quote from G.K. Chesterton, the British writer, G.K. チェスタトンというイギリスの詩人がこう言いました。who said, "The worst moment for an atheist is when he feels a deep sense of gratitude and has no one to thank." 無神論者の一番嫌な時は人生で素晴らしいことを経験したのに誰に感謝していいかわからない時が。That's what I felt. I had a deep sense of gratitude for the good things in this world. I wanted to know who to thank. それがちょうど私の経験だったんです。素晴らしいことを次々に人生で経験していく中で誰に一体私はこの感謝を捧げたらいいのかっていうことがわからない。Then later, I became a journalist, and one of the most enjoyable things for me is finding people in the springtime of new life. 後ほど私はジャーナリストとして生計を立てることになりましたが、その時にいろんな人にインタビューをしていろんな人の春の時を知ることになりました。My very first trip to Japan, they introduced me to some very strange characters. 最初に第1回目に日本に来た時にちょっと変わった人に紹介されたんですね。These are the Yakuza gang members. ヤクザの人ですよね。We met them for dinner in Tokyo, and on the outside, these guys look so tough and mean. で、東京のレストランで最初目かかったんですが、外を歩いてその店に入るまでの彼らはものすごく屈強で力強い、なんか周りを威圧するような雰囲気で歩いてこられるんですね。They took off their shirts, and their whole body was covered in tattoos. で、この服をこうやって開けてみると中にはもう入れ墨だらけ。But I found that inside they were teddy bears. でも本当の心の中はリラックマみたいな感じなんです。Because these particular former Yakuzas had realized the springtime of new life. なぜならこの方なんですけど、このヤクザの人はイエス様によって人生の春を見出したからですよね。And they told me stories of how God had melted them. で、その日レストランでどのようにして神様がこの方を The one on the right became a pastor, Pastor Shindo. そして後で、牧師になったんですね。神道牧師です。Once I was asked to speak to a conference. When they asked me, they said there will be 100 prostitutes there. で、ある時ですね、牧師の集まりがあるということで、100人の牧師たちの前に話すことになりました。And I thought, oh, I'm a journalist. That would be interesting. I've never met a prostitute. Prostitute. Yeah. What a mistake. Pastor. Oh, okay. Yeah, you want to explain it? そうですね。私は娼婦というね、売春婦のことを牧師でやってしまった。Very different. 100人の
売春婦の方の前で話をするという。Yeah. They were actually former prostitutes. They were brought together by missions that worked with people caught up in sexual trafficking. でもその方々は今も売春婦として働いているというんじゃなくて、前にそういう働きをしてたけれども、そこで人身売買とかある時にですね、ちゃんと宣教師の先生方に助けられた。And I think a few of them have become pastors. Yeah. Thank you for nice following up. And I was asked to speak to them on grace and forgiveness because the host told me they have such a hard time with grace and forgiveness. で彼らにですね、恵みと神様の恵みと神様の許しについて十分話すことができたんですね。そんなふうに頼まれたんです。その方々は恵みとか許しということについてなかなか理解できないぐらい深い苦しみや悲しみを通ってきた方々ですから。These women came from 40 different countries and they had such tragic stories to tell. 外国から連れてこられた方々だったんですね。40カ国ものところから連れてこられた方々。I spent an afternoon in a room with 100 former prostitutes and me. で、100人の前に売春婦として働いていた方を前にして、一人男性として話させていただいて。And I listened to their stories of humiliation and shame and addiction and abuse. で、彼らのお話も伺うことになったんですね。どんな恥や、まだどんな苦しみや、まだどんな中毒や、どんな暴力の中を歩んでこられたのか。When I spoke to them, I said, "Did you know that Jesus talked about prostitutes?" ご存知ですか？イエス様は、売春婦について話しらっしゃるんですよ。Some of them did not know that. で、ある方々は知らなかったんですね。And I said, he did. He said, prostitutes and tax collectors will come first in the kingdom of God, ahead of pastors and religious professionals. 牧師とか、またその進学校の先生方よりも前に、まずイエス様のところに来たのは、売春婦の方々や、また修税員の方々だったんですよというお話をしたんです。I asked him, why do you think he chose prostitutes? どうしてイエス様はまず売春婦の方々を選んだんでしょう？ Why didn't he say, shoemakers, taxi drivers will come first in the kingdom of God? 神様の国に来るのに、なんで、靴屋さんとかタクシー運転手とかじゃなくて、どうしてよりによって売春婦だったんでしょう？ This one woman raised her hand. She came from the country of Bulgaria. ブルガリア出身のある方がですね、手を挙げてこう言いました。Her English was not so good. 英語はそんなにうまくなかったんですけど、She said, you know, everybody, she got somebody looked down on. 真似できないんですけど、片言の英語ということをなさってるわけですね。誰もが自分より低い人を見下げないと生きていられないから。Except for us, we are at bottom. で、私たちには誰も見下げる人がいない。私たちが底辺に生きているんです。She said, sometime when you are at bottom, you cry for help. で、時々ですね、もし自分がその一番下のレベルに生きているということが分かったとき、初めて人は助けてくださいって叫ぶことができます。And I said to her, you've just given us a beautiful insight into the word grace. 今おっしゃったことが、恵みという言葉を一番よく表していると思いますよって申し上げたんです。Because grace is a free gift of God. There's nothing we can do to earn it, to deserve it. 神様に恵みをいただくということは、神様からのただの贈り物をもらうということで、恵みをもらうために支払ったり、犠牲を払ったりすることはできないんです。But to receive a gift, you have to have your hands open. でも、恵みを受け取るためには、あなたは手を開いてくださいというふうに言うしかない。If your hands are closed like this, the gift falls to the ground. もし手を握りしめていて、その恵みを受け取らなかったら、恵みは下に落ちてしまうだけ。And often it's the religious people who have their hands closed tight. で、多くの宗教的な人たちは、信仰強いと言われている人たちは、手をぎゅっと握りしめたままでいらっしゃる。Like the Pharisee in Jesus' day who said,
why we would even listen to that prayer over there? He's just a sinner. 例えばですね、イエス様の時代のパリサイ人の人たちは、手をギュッと握ったままでイエス様を責めてですね、どうしてあんな罪人に過ぎない人たちのことを聞くんですかって心をかたくなにしました。But God heard this man's prayer because he said, "Be merciful to me, because I am a sinner." He cried for help. でもその罪人と言われた人はそこで胸を叩き、そして神様に私は罪人です。どうぞ私を憐れんでくださいと祈ったんでしたね。What I've learned in my career as a journalist is that no matter where you are, no matter what you've done, God can create new life. 私がジャーナリストとして歩んできた経験から言いますと、どんな人生を今まで歩んできたとしても、神様は新しい春の時を与えてくださるということです。Whether you're a yakuza, whether you're a prostitute, whether you've committed murder, or a thief on a cross. それが、昔ヤクザをしていた人であるとして、また売春婦をしていた人であっても、あるいは十字架の上で一緒にイエス様と十字架にかかっていた殺人犯だったとして、You may be at the bottom, but God's grace is even lower. あなたはもしかしたら人の間では一番低いところにいるかもしれませんが、神様の恵みはそのまた下を支えてくださるような恵みなんです。Spring, of course, is followed by summer. さて、春はその次に夏を迎えることになりますね。 And summer is when those flowers come into full fruition, bloom. 花は咲き乱れます。Come into full bloom. Yeah. Flowers come into full Flower bloom. doesn't Oh, I- that's Wait. it. My wife loves flowers, and she said, "Someday I want to see the lavender fields in France." 私の妻はですね、フランスの美しい花畑に行きたい。So we scheduled a trip to France so that we could see the lavender fields in bloom. で、ラベンダーの素晴らしい畑にですね、フランスに行こうと思って、ちゃんと計画を立てたんです。We were driving along, we turned a corner, and then we saw a scene like this. そして、飛行機を降りて車をレンタカーして、そして走っていって、しばらくするとこんな美しい畑が見えました。Janet said, "Stop the car! Stop the car!" 奥さんは、車止めてください、ここで。And then she opened the door, jumped out, and did a dive into the midst of the lavender. それで信じられないことに、その車から飛び出してですね、そしてラベンダーの畑に体をそのままバーンとジャンプして、大の字になって、うつ伏せになったんですよね。I have a picture of her lying down supported on a bed of lavender. で、そのラベンダーの茎に支えられて、上を向いて、後で、寝転がっている奥様の写真は面白いなと撮りました。But she wouldn't let me bring it to Japan and show you. でも、その写真は残念ながらここには出ません。Summer is a time when we like to be outdoors, when we like to play, when we take our holiday. 夏は私たち、休みを取ったりして遊びに行ったり山や海に行ったりしますね。It's a time of joy. 喜びの時です。Now, the church I grew up in didn't think that Christians were supposed to feel joy. で、私が育った先ほど申し上げた教会は、クリスチャンは楽しんではいけないっていうなんか暗黙の了解があったんです。They thought we were supposed to go through life with long faces and just gritting our teeth and enduring until we can get to heaven on the other side. 天国に、喜びの天国に行くまでのこの世の旅というのは苦しむべきものであって、歯をいつも食いしばってですね、我慢をしていく時なんだというふうに何かと思われていたような教会です。Some of Jesus' disciples had the same attitude. イエス様のお弟子さんたちの何人か同じような気持ちでいたかもしれませんね。They said, shouldn't we be more spiritual like John the Baptist's disciples? 私たちはもしかしたらバプテスマのヨハネの弟子たちのようにもっと霊的にならないかんのじゃないかなって考えた。They fast and they eat grasshoppers and they wear animal skins. ヨハネのバプテスマのヨハネの弟子たちはですね、ずっと断食をしていたり、バッタを食べたりですね、そうやってなんか獣の皮でできたようなものを腰に巻いたりしているような、そんな生活してた。And Jesus said, John the Baptist is a good man, he served a good purpose, but now the bridegroom is here, it's time for the wedding.
ヨハネのバプテスマのヨハネは偉大な預言者ですし、彼らがやっていることも正しいことかもしれないけど、今すでに花婿がやってきたんですから、花婿を喜ぶべきじゃないですかと、イエス様は私たちに教えたんですね。It's party time, and I didn't come to make you less alive, I came to make you more alive, to give you abundant life. なんかメソメソ生きるためではなくて、本当に生き生きる、その命を豊かに生きるための時がもうすでに来たんですね。And as I travel around the world, I see exactly what Jesus set into motion. で、そのようにイエス様がおっしゃったことを表すような出来事に何度か出くわしました。Wherever the gospel takes root, humans flourish. 福音が根を張ると、人々に実が結ばれているということです。In the trail of missionaries, they leave orphanages and schools and clinics and hospitals. 宣教師の先生方がやってきて、そしてそこに教会やまた、孤児院やまた病院や、そういうものを作っています、学校が。We're here to improve life, to bring good news to those who don't have much of it. でそういう今まで教育や医療を受けるような機会のなかった方々にも本当に、神様が与えてくださっているそういう豊かな命を与えていただくお分けすることができるように働きます。I saw this in museums in the Nagasaki area, some of the early Jesuit missionaries. 長崎に行って、そして、博物館に行ったんですけれども、最初の頃のですね、イエリス会の宣教師が日本でしてくれたことが見つかりました。Who opened training schools and orphanages and hospitals. 個人を作ったり、訓練所を作ったり、病院を作ったりしたんですね。I saw most clearly in the country of India. インドに行った時のことですが、When the British missionaries first came to India, they studied the caste system. 英国から来られた最初の宣教師がですね、インドの社会にカースト制度があるということに気がついて、それをよく研究しました。And at the top of the caste system are the Brahmins in the upper caste, and all the way at the bottom are the untouchables, the lowest caste. で一番上にはブラーマンというそういうカーストの、位がありまして、一番下にはもう触ってはいけない人々、触れることができない人々と言われるような、そういう層の人たちがいたということに、を知りました。The missionaries started with the Brahmins. They said they're educated, we can deal with them, and then gradually what we do good for them will filter down and affect people in the lower caste. 上のブラーマンの人たちにしていく働きをすると、それがだんだんと下に染み込んでいって、下のレベルの人たちにも働きが及ぶんだということも分かります。But you see, they didn't really understand the caste system. でも、そのようなカーストシステムについて、カースト制度について、もう一つよくわからないところがあったので、Because the Brahmins thought they were being rewarded for good deeds in a former life, and these people down here were being punished. そして、このブラーマンの人たちはですね、前世でいいことをしたので、今ブラーマンに生まれていて、前世で悪いことをした人たちは、下の方のカーストが、それの下の方の位のように生まれてきたんだというふうに考えていたんです。And if you try to help these people, you're actually making it worse for them because they'd have to be reincarnated one more time. ですから、下の方の人を助けていくとですね、もう一回同じくらいに、次の輪廻の時にまだ同じような低いくらいに生まれてこなければいけなくなる。More recently, missionaries have started working with the lowest castes. 最近はですね、宣教師の人たちは低いカーストの人から働きを始めます。We were being hosted by a mission called Operation Mobilization, OM. オペレーションモバライゼーション OM というグループの人たちと一緒に働く機会がありましたが、And they had the idea of starting schools for the untouchable children. 彼らが考えたのは、まず一番下の、人が触れることができないという一番虐げられたクラスから階級から小学校などを作って働きを始めていこうという考えを持ちました。No one had tried to educate the untouchables. 誰もですね、今までこの触れてはいけない人々というその層の人たちに働きをすることを考えつかなかったんです。And when OM first proposed this idea, the Indians said, "You're crazy." インドの人たちにそのアイデアを告げてみますと、いや、そんなバカなことをしたらいけないって言われました。You can't teach them anything. They're like animals. 彼らは動物みたいなもんなんだから、何を教えても一つも身につかないはずだ。
But they said, maybe not. Maybe they too were made in the image of God. でもその OM の宣教師の先生方は、いや、そうかもしれない、あなた方が正しいかもしれないけど、でももしかしたら彼らも神様の形に作られた人間かもしれないよ。So, to this point, they've started over 100 schools called Good Shepherd Schools. 良い羊飼いの学校という学校をですね、100以上その人たちのために作りました。We visited one of them near Hyderabad. ハイデラバードの近くにあるその良い羊飼い学校の一つをご紹介します。These kids used to be little street children running around in rags. 本当はですね、この子供たちはボロ着を着てですね、そして街を走り回っていたような汚い少年だったんですね、少年たちだったんです。Their only possible future was to be shining shoes on the street or cleaning toilets or maybe being sold in sexual trafficking. おそらく小さい時は靴を磨かされたりですね、また大きくなったらまた性的なために、商売のために売り飛ばされたりするということがオチの人生だったと思います。But now they have uniforms, they're disciplined, they lined up, they taught us songs, they read from the newspaper, they quoted Bible verses. でも今彼らはちゃんと制服を着て、そしてみんなにもまた考え方もしっかりしてきて、新聞も読むことができますし、聖書の暗唱をすることもできるようになっています。And they invited us to their classrooms to show what they had learned. そして彼らは私たちを、教室に連れてきてくれて、どんなことを学んだかも紹介してくれるんです。I'm sure schools in Japan aren't like this, but I know what schools in America are like. 日本の学校がどんな風になっているかあまり私には知識がないんですけど、アメリカの学校は知ってますよ。Kids sit there and say, I dare you to teach me something. もう先生がいろいろ教えてくれてるのに、手を組んでですね、こんなバカなこと学んでられるかみたいな態度。I could be playing video games or texting my girlfriend. 私はもし自分に自由があったら、今、ビデオゲームをしたり、テレビゲームをしたり、またガールフレンドに、メールをしたりしているのに。Not these kids, they were so proud of what they had been learning. でも、彼らは学びをすることができるということにとても誇りを持っている。They were learning English, which would help them get a job someday. 将来、いい仕事が見つかるかもしれないので、英語の教育をしっかり受けています。And they started by going through the whole English alphabet. そして、アルファベットを全部習います。Shouting at the top of their lungs, capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c. みんなが声を合わせてですね、大きな声で、大文字の A、小文字の A、大文字の B、小文字の B、大文字の C、小文字の C。そんな風にみんな声を合わせて楽しんで、大声で学んでいらっしゃる。All the way to Z. Then they started their showing how much they learned in mathematics. Z まで行ったら今度はですね、算数のクラスで何を学んだかを紹介してくれました。1 plus 0 is, what is 1 plus 0? 1. 1たす0は、そんなにちょっとないです。1 plus 1 is 2. 1 plus 2 is 3. 1たす0は0じゃなくて1。1たす1は2、1たす2は3、1たす3は4。それと大きい声で。And then they went through subtraction, and then multiplication, and then division. 引き算いきますし、掛け算いきますし、次は割り算もいきます。And we went away with our ears ringing. その中でいる時にも耳鳴りがしてたんです。Well, later that day, we went to a place where some of these kids lived. そして、午後からまたその子供たちが住んでる家に連れて行ってもらう。It's called a pipe village. パイプの村って言われる。These are the big pipes that they used to carry away storm water. おそらく、何が水をですね、溜めるようなために使っていたパイプなんです。It's right next to a concrete factory, and when there's a broken pipe or a defect, you can see there the factory just throws it in a field. でこういうパイプを作る工場のすぐ横にあった村なわけで、そこでは不良品とかですね、壊れてしまったものがもう無駄パッと投げ捨てられていたんですね。それを使ってこんな街を作った。But in India, nothing goes unused. If you look through that, you see how they brick up the back of the pipe, and that becomes their home. They live inside that pipe.
そして、何も無駄にすることなくですね、彼らはそのタイプを用いて家を作ってるんですね。そこで住んでるわけです。While we were getting the tour, there was a young girl, maybe 15, 16 years old, who kept following us around. そこで、歩いていますと、15、6歳の女の子ですが、私たちの後をついて歩いてくるんですね。She would smile at us as if she knew us. 私たちのことを知ってるんでしょうか。何か私たちに対して笑顔で近づいてきます。We asked the doctor giving us the tour, do we know this young girl? で、案内してくれた人にですね、この女の子は私たち知ってる人でしたっけってちょっと尋ねてみます。She said, yes, she was one of the kids at the school we visited today. 今日朝お尋ねした学校にいた女の子なんですよ。In fact, she's in our very first graduating class. この女の子は、その学校の第一号の卒業生の一人。So we asked the girl, oh, you're graduating. What are you going to do next? さあ、今から卒業するんですね。おめでとうございます。これからどうやって生きていくんですかって聞いてみました。She said, I'm going to university. 私は今から大学に行くための準備をしますって。Oh, what are you going to study? そこで何を勉強しようと思ってるんですかって聞いたら、Medicine. I'm going to be a doctor. 医学を勉強して医者になるんですってしっかり答えてくれました。Really? Do you know what kind of doctor? そうなんですか。どんな医者になりたいんですか？ Yes, I'm going to be a heart doctor, a cardiologist. 私は心臓血管外科医になりたいって言うたんですね。And the doctor who was giving us a tour said, she probably will. She's the brightest student we have. で、案内していた方に聞いたらですね、多分本当に彼女は医者になれるだろう。私たちの学校で一番成績が良かったからって言ってくれた。I thought to myself, what a change from a future as being sold as a slave or cleaning toilets to, I'm going to be a cardiologist. その女の子にとって、もし学校がなかったら、トイレを一生きれいに掃除をしたりとか、また売り飛ばされたりして奴隷になるとかということだったかもしれないのに、私は医者になりたいっていう夢を持つことができるように変わったんですね。That's what I call the summertime of faith. これは私が呼ぶ信仰の夏という。Wherever I go in the world, I see that when the gospel comes, it takes root and it changes things. 世界のどこに行っても、福音がそこに根ざしたところには、人のうちに実が結ばれているっていう。It brings new possibilities, new hope. そこには新しい可能性が広がっていきます。そこには新しい希望が与えられていきます。I come to a country like Japan, and I know Christians can have an inferiority complex here because most churches are very small. おそらくですね、日本にいると、もしかしたら教会があまりにも社会の中で小さな存在なので、劣等感を持つっていうクリスチャンの方もいるかなって思いますが。But I remind you that all of Jesus' images of the kingdom started with small things. けれども、思い起こしてください。聖書の中でイエス様がお持ちになった例え話は、ほとんど小さいことの例えを話しています。He said the kingdom is like a sprinkling of salt that will keep the whole piece of meat from going bad. 例えば、塩のことですね。塩というのは、本当に小さな粒ですけれども、それが肉の腐るのを防いでくれるわけです。It's like a little bit of yeast that causes the whole loaf of bread to rise. また、パン種もそんなに大きくないですが、そのパン種があることによって、パンが大きく膨らむんですね。It's like the smallest seed in the garden, not the largest. お庭の中で一番小さな種が用いられる。一番大きな種ではなくて。It falls into the ground and dies, and out of it comes a great bush, and the birds of the air come and nest in its branches. そこで、その種が土の中に埋もれて死んだら、そこから大きなその枝をつけるような大きな木が出てき、そして鳥がですね、そこに来て巣を作るぐらいになるって。I see that in places like India and China and Thailand, where Christians are still a small minority. インドとか中国とか、また台湾とか、まだクリスチャンたちの社会はそんなに社会の中で大きな位置を占めない国々にも行ってきたんですけれど、And I've seen it even on this trip here in Japan. そしてまたこの日本に来た時にも同じような経験をしていますが、especially in the tsunami area where churches reached out, opened their doors, were a place of refuge and feeding and shelter.
教会はですね、世の中で苦しんでいる方々のために扉を開き、津波のために家を失った方々や、また食べ物を失った方々に宿やまた食べ物を提供して教会を開いていてくださっています。Spring, summer, of course the next season is fall or autumn. 春、そして夏を今までお話ししましたが、次に来るのは秋ですね。This is a picture from my home state of Colorado. 私の住んでいるコロラド州から撮ってきた写真ですが、And people drive or fly from all over to come see the beautiful trees in Colorado. コロラドのこの綺麗な美しい紅葉を見るためにですね、人々は遠くから飛行機まで乗ってやってきてくれます。But of course, as we know, the reason those trees are turning such beautiful colors is because they're about to die. They're about to let go. で、どうしてこんなに綺麗な美しい紅葉になるのかというと、この木はもう知ってるんですね。もうすぐしたら自分は死ぬんだ。In the United States, we have a holiday every fall called Thanksgiving. 秋にですね、感謝祭、サンクスギビングというお祭りを、アメリカでは祝日として祝います。Most Americans have the idea that to be thankful, things have to be going well. アメリカ人だったら何か感謝すべきことというのは物事がうまくいっているときにすることだと考えます。You have to have a good job, you have to have money in the bank account, you have to have a good car, your kids have to be doing well in school. たくさん、いい仕事を持って、たくさん銀行にお金があって、いい学校に行って、子供たちも幸せに、みんな幸せになっているというのが感謝するべきとき。But the Bible gives us a different view of Thanksgiving. でも聖書に載っている感謝をするというのはちょっと違いますね。The Apostle Paul said, I've learned no matter what state I'm in to be content. パウロはどのような境遇にいても私は満足するということを学びましたと言いました。Some of his most joyful writings he wrote from prison. パウロさんの書いた喜びにあふれた手紙のいくつかは投獄されている中で書いたんでしたね。And the statement Jesus made more often than any other, it's reported 6 times in the Gospels, goes like this. イエス様が語ったことを、福音書の中で6回もこういうふうに書いていますが、I'm paraphrasing a bit, but each time he says something like, you don't find your life by acquiring more and more. ちょっとパラフレーズして言い換えて言いますと、あなた方は、物をたくさん集めたり得たりすることによって幸せを得ることはできない。That's the American way. It's not the Jesus way. それは多分アメリカ方式の幸せの考え方でしょう。イエス様はそういうふうにおっしゃらなかった。He said you actually find your life by giving it away in service to others. あなたが本当に感謝をし喜ぶことができる幸せな時というのは、あなたが何かを人々に与えていく時。And though you may feel like you are giving it away, at the end you find out this is what life is all about. 何か人に分け与えていってしまって自分に何もなくなってしまうかのように感じることがあるかもしれないですけど、でもそれが本当の人生の幸せなんですね。It sounds like a paradox, but I've got to tell you, as a writer, as a journalist, I've seen this again and again. これはもしかしたら矛盾するように聞こえるかもしれませんが、ジャーナリストとして今まで取材してきた多くの方々にその実例を見ます。When I first started it out, I thought, hey, this is cool. Maybe I could be around some famous people. 多分ジャーナリストになったらたくさんの有名な人々に会うことができるんじゃないかって初め思ってたんですね。I could write articles on people like Justin Bieber and Lady Gaga and Hanyu. ジャスティン・ビーバーとかね、だからレディー・ガガと羽生結弦とか、そういう人たちにインタビューしてなんかことができたらいいなと思って。And indeed, in those days, I was around some famous people. で、最初駆け出しの頃はそうやって有名な人たちを追っかけて、そしてインタビューをしたりしたんです。And I thought, man, wouldn't it be great to be just like them? で、あの人たちみたいになれたらどんなに素晴らしいかなと思ったりですね。But the more I was around them, the more I realized I really didn't want to be just like them. でも、もっとですね、彼らのことを知れば知るほど、いや、待てよ、私は決してあのような人になりたくないなって思う気持ちが募ってくるんです。I'm a nosy journalist, so I would ask if I could use the restroom and look at the medicine cabinet, see how many pills it takes to get them through a day.
そして、トイレを借りてですね、その人の家のトイレを借りて用を足すときに、ちょっとそのトイレの中にある、その兄弟というか、鏡の裏にある穴をちょっと開けてみると、なんとたくさんの薬、毎日飲まないといけない。その薬のボトルがたくさんあるからですね。We all know stories of celebrities in Hollywood, the divorces they have, sometimes the suicides they commit. ハリウッドに行っても、そこでなんと多くの方が離婚によって苦しみ、またそのような苦しみの中で自殺をする方々がなんと多いこと。They require more than any of us, but it's not enough. で彼らは私たちが思う、多くのものを誰よりもたくさん得ることができたと思うんですけども、彼らにとってそれらはまだ十分じゃないかのようです。And I learned that some of the most famous people have a little voice inside them saying, you're not good enough, you're not good enough. And that's why they try so hard to make the world like them. で、彼らのインタビューの中からですね、多くの方がその耳の中にですね、あなたはまだ十分いい人間になってない。あなたはまだ好かれるべき人間になってないっていうような、そんな言葉がずっと耳の中をぐる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 回って苦しめてるんだそうですね。On the other hand, I started writing articles about people I call servants, not the stars, but the servants. また、その反対にですね、スターじゃなくて、もうしもべのようにして働いている方々をインタビューする機会もだんだんと増えてきました。These are the people who respond to disasters, the people who spend their lives translating the Bible for some tribe. ある方はですね、何か大きな災害があったり、現場に行って、本当に生涯をかけてその方々に伝えていくっていうことに、専念していらっしゃる方、ある方は誰も知らないような民族のために本当に人生をかけて聖書を翻訳していくため、そこに命をかけているという方々を見てきたんです。One man especially impressed me so much that I ended up writing 3 books with him. ある方はですね、あんまりにも感動したために私がその方のことを3つの本をかけて書かなければいけないぐらいでした。His name was Dr. Paul Brand. He was a surgeon trained in the best hospital in England. 英国の、一番いい、病院の手術をする、外科医だったんですけれども、ブランド先生です。He was asked at one point, would you head up the surgery department at Harvard Medical School or Stanford University? ある時はハーバード大学の医学部、あるいはスタンフォード大学の医学部で教えてくれませんかっていうふうに言われたこともあったようです。And he turned both of those jobs down to work with the lowest people on the entire planet. 彼はその時に、そのような良い条件の仕事を全部断って、むしろ私はこの世にある最も低い階層で生きている人たちのために生きていきたいというふうに心を決めたんです。I guarantee you there's no one lower on the social scale than an untouchable in India who has leprosy. で、皆さんに今日保証することができると思うんですけれども、ハンセン病になってしまったそのインドの、最下層のカースト、つまり、その人が触れないっていうそのカーストの人たちほどこの世の中で惨めな人たちはいないんです。They're already judged as untouchables by society, and then when the disease leprosy hits, they're kicked out of their own families, their own villages. They have nowhere to go. すでに社会から人が触ってはいけないというようなそんな階級に押し込められて陥れられていただけではなくて、ハンセン病を患ったために家族からも友人からも離れなければいけなくなったんです。Dr. Brand and his missionary colleagues spent their lives rebuilding the lives of those leprosy patients. で、ブラン先生とそのお友達は協力をして、その人々、ハンセン病になってしまった最下層のカーストの人たちにもう一回立ち上がる力を与えるように働きました。Yet I've never met anyone more fulfilled, more joy-filled, more thankful. で、この方々ほど喜びと充実感と目が輝いたそのような人生を送っている人たちを私は見たことがないです。Once I was given a tour of one of these leprosy hospitals. ある時ですね、このハンセン病の、病院にツアーをしてもらいました。案内してもらいました。And when I walked through, there was a courtyard about as long as this room. で、少し、この部屋の奥ぐらいまでの距離のところにある部屋を見ました。
On the other end of the courtyard, there was a woman who, I have to say, she's one of the ugliest human beings I've ever seen. 中にあるようなところですけれども、その向こう側の端にですね、これまで見た中で最も醜い女の人というふうに言うしかもう他に言葉がないような方をそこで見たんです。She had had leprosy for years, and the disease had ravaged her body. それはハンセン病のためにですね、体中にいろんな障害ができてしまっているような姿でした。Her fingers had all worn down, they were just smooth nubs. もちろん手は全部、指は全部落ちてしまって、このくるぶしのところの骨しかも見えていないんですね。Her feet were bandaged, her eyes were covered with calluses, she was blind. 目は真っ白になって見えなくなっていました。足もですね、いろんなものでただれてしまって。And her nose had shrunken away so that when you looked at her, you looked right into her face, her skull. ですから鼻もですね、もげてしまっていますので、正面から見たら鼻がこうあるみたいな、骸骨を見ているような感じの。We noticed the woman at the end of the courtyard, and then we went ahead and got a tour of the hospital. It took about half an hour. で、そのような女性がいるなということを見ながら、まだ別の部屋を案内されて30分間歩き回りました。While we were being given the tour, this woman came all the way across the courtyard where she had heard our voices on the sidewalk. で、そうやってこちらの方の案内を受けている間に、その女性の方が立ち上がってですね、その中庭をずっと歩いてきて、目の前の、ちょっと座るところまで来られたんです。She couldn't walk. She moved by planting her elbows and then dragging her body along the ground, kind of like a caterpillar. 芋虫みたいにですね、両肘をついて体を前にこう押し進めるというような形でしか進むことができなかったので、歩いてと言いましたけれども、普通の歩き方じゃなかった。So when we came back from the tour, there she was, right by the sidewalk. で、こちら側の案内を聞き終わって帰ってきましたら、そこにその横にですね、その女性の方が座っていらっしゃる。I figured she must be a beggar. What else could you do with a condition like that in Nepal? So I reached in my pocket to see if I had some coins I could give her. それで、そういうふうにされるということですから、多分お金が欲しいんだろうなと思って、それ以外の発想が自分になかったものですから、ポケットにお金をまさぐって出そうとしたんです。My wife was a social worker in Chicago. She worked with the very poor, and she had a very different and more holy reaction. 私の妻は、シカゴの地方でですね、社会福祉的な働きをしている、そういう働きをしていますので、貧しい方々がたくさん見てきたわけですが、She went over to this woman and put her arm around her, and that's when I took this photo. で、彼女はですね、私の妻はその彼女のところへ行って、そして、腕をですね、彼女の頭にこう伸べて、そして一緒に、座ってお話をしたんです。The woman began singing, and we didn't know the language, but we didn't need to. We recognized the tune. で、その女性はですね、すぐに歌を歌い始めたんですね。よくわからない歌だったんですけど、Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. 言葉はわからなかったんですけど、そのメロディーだったんですね。主は我を愛す。主は強ければという歌です。The doctor who was showing us around said, I want you to meet Don Maya. ここでダンマヤという人がいたんですね。この方に会ってほしいと思ってお連れしました。Philip, she's no beggar. She's the closest thing to a saint that I know. この方は物乞いじゃなかった。むしろ、聖徒と呼ばれる人に一番近い人だった。Every time the door to the chapel is open, Don Maya is there to greet people. ダンマイヤーさんというお名前だったんですが、この方はチャペルがあるとき、そのチャペルの前に行っていつもよくいらっしゃいましたと、そういう人に挨拶をしてくれるような、そんな人だった。In fact, do you have any concerns? Don Maya is a prayer warrior, and God seems to answer Don Maya's prayers. ダンマイヤーさんは人々に何か祈ってほしいことありますかとお聞きになって、そして神様はそのダンマイヤーさんのお祈りによく答えてくださったと言います。I went away from that visit humbled and convicted. その旅から帰ってくるとき、私は本当に謙遜にさせられたんですけれども、でもこんな確信もありました。And amazed yet again by God's grace. 神様の恵みは豊かなものなんだということです。Because by the standards of the world, this woman had nothing.
もしこの世の中の基準でこの女性を見るならば、この方は何も持ってない。The things that we all scramble for, she did not have. 私たちが欲しいなと思うようなもの、何も彼女は持っていない。No career, no education, no money, no beauty. そこには何の職歴もないし、お金もないし、学歴もないし、そして美しささえない。And yet, the God of the universe looked on this woman and said, I could make a very comfortable home in Donmaya. けれども、この天地の救い主である主なる神様は、このダンマイヤーさんに、ここを豊かな住みかとしますと言って、それを作ってくださったんですね。And I think that's why the Apostle Paul, who had once been a torturer of Christians and called himself the chief of sinners, パウロさんは自分がかつてクリスチャンたちを迫害していたということを振り返って、私は罪人の頭だと言いましたが、had learned that no matter what state I'm in, I can be content. どんな状況にあっても、私は満足することを学んだとおっしゃるんです。Because I'm not here to acquire more and more. I'm not here to impress people. 私がここにいるのは何か人々からたくさんのものを得るためではなくて、何か人生で得るためではなく、また自分が有名になるためでもなく、I'm here to please God. 神様に喜んでいただくためにここにおるんです。It redefines Thanksgiving. それは感謝ということの最定義ということですね。The last season, of course, is winter. さて、終わりは冬です。Spring, summer, fall, and then winter. 春、夏、秋があって、最後は冬が来ます。Those leaves did let go, and now the trees look dead. そしてその紅葉だった美しい葉は全部落ちてしまって、木は死んだかのように見えます。Those are the hard times, the cold, difficult times. 寒い時ですし、難しい時ですね。生きるのに困難な時。And we all go through them at different times. 私たちもそうです。人生の中でこれ以上生きていくことができないなと思う困難な時が必ずあります。Of all the countries I visited, Japan knows winter times. たくさんの国を訪ねてきましたが、日本にも冬があるということを私はよく知っています。Both in 2012, the one-year anniversary of the tsunami, and then again this year we went back to the area that was devastated. 2012年、11年ですね、その時にあった津波の後、同じところを私たちは訪ねていきました。その翌年でした。It captured the attention of the entire world. People could hardly believe the images that they saw. こんな写真を見てもですね、本当にこの世で起こったのかということを信じることがなかなかできないような光景に何回も遭遇してきました。And it affected the church as well. で、このような大きな災害は、教会にも大きな影響を与えたんですね。This is where a church used to stand in Sendai, and they just erected a cross to show where it used to be. すべてのものが流されてしまった後ですけれども、ここに教会がもともとあったということを示す、ここで多くの方も亡くなったということを示すために、このようなモニュメントが作られています。As our brother Nagasawa-san mentioned, we toured Fukushima just this year with hazmat suits on. で、今年は福島の原発の影響のあるところを白い服やカメラをかぶって、そして歩いていったんですね。We went in homes and churches that were abandoned. No one can ever inhabit them again. そこにまだ残っていた教会を、あるいはいろんな家を見て、もう二度とここに近々帰ってくることができない町になってしまっているということをつぶさに見てまいりました。We went to Nagasaki. We heard the incredible stories of the Christians who were persecuted for almost 3 centuries. 長崎を訪ねた時は、そこで、もう300年もの間、クリスチャンたちが迫害を受けていた、そのような現場も訪れたのです。And went to the Atomic Bomb Museum. そして原爆博物館にも行ってみました。And the scenes of earthquakes and floods. 地震の後、また洪水の後、Japan knows winter times. 日本という国も確かにこの冬という時代を知ってるんですね。The very first book I wrote was a book called Where is God When It Hurts? 私が書いた最初の本はですね、私たちが苦しんでいる時、神様はどこにいらっしゃるのかという本です。And because of that,
I'm often asked to speak in my own country, the United States, when a tragedy happens. もし、アメリカでもですね、悲劇が起こったときにどうしたらいいのかということをいろんなところでお話をします。One of the hardest times for me was being called to speak at Newtown, Connecticut. 一番難しかったそのお話をするところの一つは、コネチカット州のニュータウンという町での話です。A place where a gunman entered an elementary school and killed 26 and 7-year-old children. 26人の7歳の子供たちをある、拳銃を持った人が入ってですね、大学を撃って、そして殺してしまったという、そういう町ですね。And I remember so clearly speaking to that community, more than 1,000 people. そこで1000人ほどの人たち、市民が集まって私のお話を聞いた。Looking at them, they look like little birds with their mouths open. Please give us some words of comfort, some words of hope. そこで人々がまるでですね、小鳥たちが口を親鳥に開けてですね、食べ物をせがむように、どうぞ私たちに慰めの言葉を与えてください。どうぞ私たちを励ます言葉を与えてくださいというふうに私の見ているのが感じられました。And I said to them, I have to tell you, there are some questions I don't know the answer to. 彼らに言ったんですね。私は皆さんに答えられないという質問もあります。Why did the shooter pick on this school rather than the one next to it? どうしてこの小学校を狙ったんだろう。別の小学校じゃなくて。Why did a tornado hit this little town in Illinois rather than that town? どうしてイリノイ州のこの町がトルネード、竜巻が来て、そして多くの被害を与えてしまったのか。どうしてその隣の町じゃなかったのか。Why did a tsunami hit this prefecture rather than another one? どうして津波はこの県に襲ってきて、隣の県ではなかったのか。And an earthquake hit Kumamoto instead of somewhere else. どうして地震が熊本に起こらなければならなかったのか。他の場所では出てなかったのか。I've looked all through the Bible and I don't see an answer to the why question. 私は聖書をくまなく読んでみましたが、このようなどうしてという質問にはどこにも答えが載ってないことを知ります。Whenever someone like Job or even Jesus' disciples tried to get that answer, they avoided the question. ヨブもまたイエス様の弟子たちもどうしてですかって聞いたときに、神様もイエス様もこれだからですよというその理由を言っていらっしゃいます。As if to say you couldn't possibly understand. それはあなたに語ったとしても多分理解ができないです。We tend to want to look backwards and find out why did this happen? What caused it? 私たちは後ろを見るとですね、どうしてこのことが起こったんだ、何なんだというふうにいつも答えを探そうとします。The Bible points forwards and says, concentrate instead on how God can use it. でも神様は私たちを周りに見させて将来を向けて、そして神様がこの起こったことを用いてあなたに何をなさるのか、そのことに集中しなさいっておっしゃいます。Can any good come out of it? 何か良いことがこの苦しい経験から出てきますか？ My favorite chapter on explaining some of the questions about suffering is Romans chapter 8. この聖書の中でですね、私が大好きな章があります。それはローマ書の8章なんですが、Paul had a very difficult life. It included a lot of pain and suffering. パウロ自身、たくさんの苦しみを経験する、そんな人生を歩んできました。He had prison and beatings and shipwreck and snake bite. 投獄されたりですね、また迫害を受けたり、また船が難破したり、また鞭で打たれたりしたわけです。And yet he looked back on life and said, basically, there's nothing that can happen to me that God has not used for my good. けれども、私が何か良きものを得るために神様が用いられなかった苦しみは一つもなかったんだとおっしゃる。And at the end of that chapter, he said, there is nothing in all creation that can separate us from God's love. その章の終わりには神様の愛からどんなものも私を引き離すことはできないんだって確信して語っています。I don't know the answer to the why question, but there is one question I do know the answer to. そのどうしてですかという質問には何の答えも私は挙げることができないんですけど、私の差し上げることができる答えのある質問が一つあります。
And that is, what is God's response to people who go through hard times like that? こんな苦しいところを通っている人々に神様はどんなふうに接してくださるのかということです。How does God feel? 神様はどんなふうに感じていらっしゃるんでしょうか。 The reason I know the answer to that is because God gave us a face, the face of Jesus. それはイエス様のを私たちが知ることができたから分かることですね。And all you have to do is follow Jesus through the Gospels and see how he responds to someone going through hard times, winter times. それはイエス様がどんなふうに苦しみの中にいる人々に接しられたのかということを通して神様が苦しみの中にいる人々にどう感じていらっしゃるかを知ることができるんですね。He never blames the victim. He never gives them a philosophy lesson on the problem of pain. イエス様はそこで苦しんでいる方々にあなたが悪いからそうなったんでしょうって責めることもありませんでしたし、人生にとって苦しみはつきものだというような哲学的なそんな授業を始めることもありませんでした。Whether it's a widow who just lost her only son, or even a Roman soldier whose servant fell ill. 自分の息子、子供を失ったその女性に対しても、またローマの、兵士でもこんなふうに言いましたね。He always responds with comfort and hope and healing. イエス様はいつもそこに慰めと、そして、希望と、また癒しをもたらしてくださった。There's a beautiful phrase in 2 Corinthians that calls God the God of all comfort. 第二コリントの中に、すべての慰めの神という表現があります。That's what we, the followers of God, are supposed to be. We're supposed to spread abroad the comfort that we receive from Him. ですから私たち、イエス様によって救われた者たちは、神様が私たちにしてくださったように、私たちも慰めを苦しんでいる方々の中に届けるんです。And an interesting thing happens when we go through those hard times. 苦しんだ時に何か起こるんです。Remember the picture of the trees, they look dead. 先ほど冬の木の絵を見ていただいたと思いますが、写真を見ていただいたと思いますが、But actually, botanists will tell you that the trees do most of their growing in winter time. 外は葉は落ちて死んでいるかのように見えるんですが、土の下では1年のうちで最も根が早く育っている時なんだそうです。Beneath the snow, beneath the ground, they're sending out root system. 雪の下、また土の中で、その根は縦横に張って、そして強い命の源を作っている。And if they didn't do that, there would be no springtime. もしそれができなかったら、春は迎えることができないんです。People who do surveys ask questions like, what time in your life did you grow the most spiritually? ある時ですね、アンケートが取られましたね、調査が取られされました。どんな時にあなたは人生で一番成長したと感じましたか？ 80% of people respond a difficult time, a challenging time, a painful time. 80% の人たちが、それは私が苦しんでいた時、困難にぶつかっていた時、中で悩みを持ってもがいていた時ですと答えました。Sometimes then we're forced to cry out to God for help, to find comfort in God's people. で、神様助けてくださいってもう叫ばざるを得ないような時、神様の民によって彼らは慰めを得ていったということです。For that reason, I think of winter as a time of hope. そういう意味で冬は希望の時です。Because as Paul said in Romans 8, nothing can happen to us that God cannot use. ローマの8章に言っているように、神様が用いることができないものは何もない。I'll never forget a scene I saw in Uriage up in the tsunami area. ユリアゲの津波の襲った地方の一つのところなんですけれども、There was a school there, a junior high school, where more than 100 children died trying to climb up from one floor to the next. 一つの階から次の階まで、皆さんに誘導されて上がっていくその途中で津波がやってきて、そして100人以上の人たちが死んだという中学校ですね。This picture was taken 1 year after the tsunami. これはその学校で1年後撮られた写真です。But the people in the town had picked up every little piece of debris, everything left after the tsunami, and brought it into the high school cafeteria. そして彼らはですね、その町の人たちは中学校の1階、2階のその津波が来たところのものを全部丁寧に拾い上げて上の階に持ってきました。And filed it away in boxes. そ
そして箱の中に丁寧に分類して入れていきます。And every day for that entire year, Japanese mothers showed up at that school. 毎日ですね、お母さんたちがやってくるんです。And spent hours going through each box, looking for some memory of their child. そして、自分の子供の遺品はないのかということを一つ一つ箱を開けてお母さんたちが確かめようとしています。Maybe a school paper or a lunchbox or a stuffed animal or even a fountain pen. 何かないか、そこにはプリントがないか、あるいは自分の使っていた何か学用品がないか、あるいはぬいぐるみとかはないか、カバンにつけていたような小さな飾りはないか、そういうことを全部探そうとして。That's what we humans do with those that we love. それは素晴らしいことではないですか。You wouldn't find any of these Japanese mothers saying, well, let's see, okay, I lost one child, but I've got two more at home, I'll just forget about that one. お母さんが来てですね、私は確かに一人娘は失ったんです、洪水で。だけど、まだ2人家に子供がいるから、この1人の子供を諦めてもいいと思ってますなんて、そんなことを言うようなお母さんは1人もいません。We wouldn't do that. We keep alive in our memory those whom we love. 私たちが愛していたもの、愛していた方々のことは、どうしても忘れることをしないで、本当に思い出を一つ一つたどっていくんですね。And the final reason I see winter as a time of hope is that we have the promise that God is far greater than we humans. 冬が希望の時だというふうに申し上げているもう一つの理由は、神様は私たちが思っている以上に素晴らしい方だからです。God not only keeps us alive in memory, God has promised to remake us alive as He did His own Son in the resurrection. このように、私たちがその思い出やまた愛する人たちの遺品やそういうものの中に私たちが生き続けていくというだけではなくて、愛し続けて生きていくというだけではなくて、ちょうど神様がその一人子を死の中から蘇らせたように、すべてのものをまた新しく作り直してくださるということを私たちは知っています。I know that in this room there are people going through all four of these seasons, different ones. このお部屋の中に春、夏、秋、冬の4つの季節全部をたどってこられたという方々もいらっしゃると思います。Some are in the springtime of faith and just glowing with new life and excitement about what God has done for you. 神様がしてくださったことにいつも大きな喜びを持って、これが私の人生の春だと思った時もあったでしょうし、Some of us old timers need that infusion of life and energy and enthusiasm. また年が寄った後でもそのような春ということを経験することがいつになっても大事なことですね。And there are others who are in the summertime who are reaching out and bringing the good news to others. また夏の時のように本当に生き生きとして福音を他の人々にたくさん伝えていきたいというパッションを持って生きていらっしゃる方々。Some are in the autumn time trying to be thankful but finding it very difficult because life is not like you expect it to be. 秋を迎えている方もいらっしゃるかもしれません。感謝がしたいんですけど、なかなか自分の思うような人生になっていないということで悩みを持っている方もいらっしゃる。Some are in winter time when everything seems cold and dead and lifeless. もしかしたら冬を今経験しているという方もいらっしゃるかもしれませんね。寒くて、硬くて、死んでしまっているような。What I have learned is that God can use each one of these seasons of the soul that we go through. 私たちの魂が通り過ぎていくその一つ一つのどの季節も神様はお持ちくださって To build us up, to make us grow. 私たちを成長させるためにその中で立て上げてくださるということをどうぞ覚えてください。And I pray that the church in Japan, though small, will continue to be faithful. 教会がどんなに小さくてもどんなに力がなくてもどうぞ信心深く誠実にこれからも主を信頼して歩んでいただきたいと思います。Bringing the good news of God's love. 神様の愛という素晴らしい福音を人々にお伝えして歩んでいただきたいと思います。And especially in winter times, that the snows will melt and the moisture will seep into the ground. 雪は暖かくなってくると溶けるんですね。そしてその地表を潤していくんですね。So that flowers will bloom again. そのようにしてもう一度このような美しい花が咲き乱れることになります。And the cherry trees that we must come back to see some other time. 私はこの、桜を見るためにもう一回必ずここに帰ってこないといけないと思っています。That your faith will blossom like that
and spread grace throughout this great land. この素晴らしい国において、皆様の上に神様の恵みが豊かにあって、多くの花を咲かせ、多くの実を結ばれますように。May God be with you as you let Him use whatever season your soul is in tonight. 今夜、皆さんがどの魂の季節にいらっしゃっても、その季節にあって神様が皆様を一人お一人を豊かにお持ちくださいますようにお祈りをいたします。アーメン。アーメン。ありがとうございました。私は講演の内容と少し異なる印象を与えてしまう言葉を講演の前に少しお話ししてしまったかなと思いながら恥ずかしい思いをしておりますが、今日の講演を聞きながら私たち一人一人が本当に自分自身のことを振り返りながらそれぞれの立場の中で講演を聞かれたことと思います。本当に私たち一人一人が神様が用いてくださるというその本当に希望を励ましをいただいたこと心から感謝をしていますし、冬が希望であるっていう言葉はこの言葉は本当にすごいなと思いますね。簡単には語ることができない言葉かもしれませんが、けれども私たちは本当に神様の愛を知っている者として冬が希望なんだというメッセージを神様の言葉とともに伝えていきたいなと思わされています。聖書のお言葉を一言お読みさせていただきたいと思います。講演の中でも読まれた言葉でありますけれども、ローマ人への手紙の8章にさせていただきたいと思います。ローマ人への手紙の8章の35節から、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている私たちは送られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。本当に、今日のご講演をいただいたこと心から感謝をしたいと思います。ここからですね、いくつかアナウンスを重ねさせていただきたいと思いますが、まずはじめにですね、一つ皆様にお願いをさせていただきたいと思います。この講演が大阪で開かれているこの講演がフィリプ・ヤンシー先生の講演の最後になりますけれども、このところまで本当に東北を回られ、また九州を回られ、そしてこのところでも講演をしてくださいました。この来日してくださって、そして講演をいくつかの場所で講演をしてくださるというこの働きのために大きな必要があります。その必要が全て満たされるようにと願っております。この参加費を払っていただいて、このところに集ってくださっているということでありますけれども、もしお心があります方は、出たところに献金額を用意させていただいておりますので、ぜひですね、この講演の感謝とともに、また5回目を約束してくださいましたから、このフィリップ・ヤンシー先生の本当にこの働きに感謝しながら、その捧げ物を捧げていただければと思います。
よろしくお願いいたします。そして、ここにもう一つですね、宣伝をさせていただきたいと思いますが、AGSTJ という、働きがあります。アジア進学協議会ジャパンという働きでありますけれども、この働きについて、宣伝をしていただきたいと思いますが、鎌田先生、よろしくお願いします。いいです、いいです。出していいです。はい。これでつけてください。頭つけてください。はい、お願いします。AGSTJ というのは何ですかということです。初めてお聞きになる方もおられるかもしれませんが、皆さんのパケットの中にこのことについて書いたのがあると思います。次のページお願いします。AGSTJ というのはアジアグラジュエットスクールオブテオロジージャパンというカタカナと英語の名前のものです。一体これが何かですね。次をお願いします。実は世界福音同盟という福音派の世界の働きがあります。それの進学高等教育、進学校の勉強の高等な勉強をするためのネットワークの ATA というアジア進学協議会があるんですが、そこで運営されている世界標準レベルの学校のことであります。次で、どういう方か、進学校を単に学ぶだけではなく、さらに進学や聖書学の研鑽を積みたい、それから私も今、進学校を校長しておりますが、進学教育にいろんな形で貢献して働いていきたいということを願っている方、でまた各教派で進学的人材育成を考えている、そういう方々のために開かれた長教派の進学校のことです。次はで、ATA 認定の過程でドクター・オブ・ミニストリーという牧師のさらに学びたい方、マスター・オブ・テオロジーという進学教育のために備えたい方、ドクター・オブ・テオロジーという進学校で博士課程を取って一番しっかり学ぶということをしたい方のためにこれらのことをすることができる過程が AGSTJ で、ご興味のある皆さんはその皆さんの私の袋の中に入っています。こちらの方にお問い合わせくだされば、いろんな形でご相談を受けしますので、ぜひお越しください。でそこの卒業された小暮先生に一言ちょっとお話をしていただきます。2分間だけです。ごめんなさい。失礼いたします。日本フリーメソジスト東住吉キリスト教会の小暮智久と申します。私にとって大切な本がここにあります。今日ご講演くださったフィリップ・ヤンシーさんが18年前に日本に来られた時に神戸でポー智久と書いてサインをしてくださった神に失望した時という本です。私はこの本から多くの刺激を受け、そして聖書の理解をより深められ、また興味がさらに広がっていくという経験をいたしました。当時の私は牧師として奉仕を始めて10年が過ぎまして、いろいろな面で行き詰まりを感じていました。ちょうど今日のお話の中で触れられたような冬のような時を過ごしていたのかもしれません。それで牧師としての学びを深めたい、同労者との交流を広げたいと願っていました。以前から日本での牧師の奉仕を続けながら必要な学びができるということを聞いておりました AGSTJ での学びを志して教会の理解をいただいて2004年に入学し、多くの方のお祈りに支えられて2013年に卒業して牧会学博士の学位を認定されました。牧師の働きを続けながら週に1日講義を受け、そしてレポートを書き、論文をまとめるということは苦労もありましたが、複雑な現代社会にある教会の課題と取り組む際のいろいろな立場からの考え方、また資料を探す方法、具体的な助けや資源などを教えていただけたことは学んで本当に良かったと感じていることの一つです。論文のテーマは日本における牧会者の神学でした。論文をまとめる中で日本でこれからも
牧師として働くための助けや導きをいろいろな方向からいただけたと感謝しています。今、先生がご紹介してくださった通り、教会での奉仕を続けながら学び得るこの AGST での学びと経験は、今後の教会と牧師のためにも、単に進学校で教えるということだけでなくて、牧師として奉仕を続けるということのためにも、いろいろな意味で貢献しうると期待しております。で、関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださるようにお勧めいたします。また、この度、AGSTJ の講演会が発足いたしました。今日、受付でお受け取りになられた資料の中に、AGSTJ とまたその講演会のご案内もありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、最初に命の言葉社の長澤さんにご挨拶、またご紹介をいただきましたけれども、もう一度長澤さんに出てきていただきまして、著書の紹介を改めて、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。出てきました。です。さっきヤンシー先生の講演の中で、ラベンダーの中で、横たわったというジャーナリストさん来てらっしゃるので、ちょっとお顔を皆さんに外していただければと思います。今日はいくつかの本を紹介したいと思います。今回のヤンシー先生の来日に合わせて、このソウルサバイバーという本を一生懸命作りました。560ページがあるので、死ぬ思いをして構成をしたんですけれども、ただ、これの本について、ヤンシー先生から13人の人について書いてあるんですけれども、最初は何人か選んでいいよっていうふうにおっしゃったんですけれども、どうしても選べなくて、13人全員の本を、ものをということで、こんなにお弁当箱のようになりましたけれども、で、この中で誰が良かったって、ヤンシー先生から言われて、ヘンリー・ナウェン、良かったかな。でも、もう一度見直して、それで今日先生のお話ありましたけれども、私はポール・ブラドン博士の話がとっても印象的でした。ぜひこの本を読んでいただければなというふうに願っています。それから今までしばらく切れていたんですけれども、この教会っていう本も私がとても好きな本です。アメリカにヤンシー先生のお宅に泊めていただいたときに、この本をもしよかったら出さないかっていうふうに勧めてもらって、それで作ったものです。それから熱いヤンシー先生の本の中で比較的薄い本なんですけれども、思いがけないところにおられる神という本があります。これもコラムを、まとめた本なんですけれども、ぜひ見ていただければと思っています。それから消え去らない疑問という本があります。これはさっき先生が前回2012年に来日されましたけれども、そして東部の被災地を回ってくださいましたが、その後に直後に書かれたもので、アメリカのコネチカットのこととか、そして東北のことについて書いてくださいました。そしてもう一つ、これはヤンシー先生の本じゃないんですけれども、ジェームズ・チャン先生の本ですけれども、この間の伝道会議の時に個人伝道の、セミナーを開いて、その時のテキストをということでもって、書いてくださったものということです。これについては、今日は消費税サービスということで、いいというふうに、神戸ルーテル進学校の校長先生が言っておられるもしよろしかったら待っていただければと思います。他にも、今説明していただいた、先生から説明していただいた、神に失望した時というのを、全部もう一回訳し直したものがあってですね、私に訳してはさっき増えてますけれども、また展示されていますので、ぜひ手に取っていただければ
ければと思います。で、今日も特別にサイン会を計画していますので、ぜひ先生であまり長くはある人はつまるんですけども、一言二言言葉を返してくれればなという思いで、よろしくお願いします。季節はいつですか？終わりになりますけれども、アンケートの今日お配りしているものの中に入って